あなたはこの奇妙な事件を知っているだろうか。1989年2月、日本のとある女性宅の中で男性の遺体が発見される。警察はすぐさま捜査を開始するも早々に打ち切り、男性の死因を事故死と判定。しかし捜査に村の住民は皆疑問を感じていた。残された証拠を見るに誰がどう見ても事件性があったからだ。事件が起きた当日は雪が降る極寒にもかかわらず、遺体はなんと上半身裸の状態だった。さらに奇妙なのは遺体が発見された場所、そこはなんと汲取式便所の中だった。汲取式便器の中で男性の遺体が発見されたこの事件、一体なぜ警察はろくに捜査もせず事故死と決めつけたのか。その裏には村と警察による信じられない陰謀の存在があったんです。おっす、新しい引っ越し先炊飯器買うの忘れてご飯食べれないけんちゃんです。どうも、多目的テールは多目的に使います、やみやみこです。噛んでたね。平成元年当時なんですけど、田舎ではまだ汲み取り式トイレっていうのが多かったんですけど、汲み取り式トイレっていうのはね、いわゆるね、今でいうね、和式トイレの水流れるとこあるじゃないですか、あそこにね、穴が開いてて、そのままね、ボットンってこうね、下にね、排泄物が落ちてくんで、別名でボットン便所とも呼ばれているんですよ、ね。でもあんたがそれ幼い頃とかギリギリあったんじゃない？僕の家はないですけど、おばあちゃんの家はね、ボットン便所でしたね。ちっちゃい時はね、怖かったんですよ。なぜなら、そこにね、落ちたらどうしようって考えながら足踏ん張ってね、プリプリするトイレだったんで、今回はですね、それにねまつわる事件をね皆さんねご紹介していきたいと思います。遺体の発見。事件が発覚したのは1989年2月28日、福島県田村郡宮古島村。遺体の発見者は小学校で働いていた23歳の女性教員 H さん。彼女は当時教員用の寮に住んでいました。ある時、用を足そうとトイレに入ると、便槽の中に奇妙なものを発見。それは靴。不気味に思った彼女は恐る恐る便槽を覗き込むことに。すると便槽の中から人間の頭らしきものが。急にホラーじゃないの？実際自分がこれ発見したと思うと結構もう寝れないと思うんですよね。頭を見てしまった H さん、さすがに見間違いだろうと思いつつも、真実を確かめるべく外にある汲み取り口に直行。すると普段閉まっているはずの蓋がなぜか開いていたんです。そこから見えたのはなんと人の足。先ほど H さんが見た頭は見間違いではなかったんです。そしてかなり不思議なんですけど、この画像を見ていただきたいんです、はい、というわけでですね、なんとね、遺体はなぜか膝を抱えた状態でそこに存在していたんです。不思議ね、これは。H さんはすぐに通報。警察や消防団が駆けつけ、便槽内の男性を引っ張り上げようとしたんです。ところがずっぽりと便槽にはまっていたため、数人の大人の力でも引き出せなかったんです。どうやって入れたのこれ、本当に。たまりかねた警察は最後の手を繰り出します。それはなんとショベルカー。地面に埋まっている便槽を掘り起こし、そのまま便槽を割ることにしたんです。そしてようやく取り出すことに成功。今回の事件結構気持ち悪いよね、これね。いやーもうね、発見された場所とかも含めて、不思議なね状態で発見されて今回の事件なんですけど、警察もね動き出しましてね、ここからね一体どんな結論が出されるんでしょうか。事故死か他殺か。遺体を回収した警察が真っ先にやったこと、それは遺体の水洗い。トイレに長時間放置されていたため当然なんですが、かなりの匂いを放っていたそうなんです。さらにその後消防団の詰め所に運ばれてからも再び水洗い。検視までに合計2回も水洗いしたんです。結構ひどい状態だったのかしらね、これね。そうっすよね、結構それで、ね、2回こうね水洗いされたってことなんですけど、これがね後々重要な意味を持つことになるんです。医師の検視によると、死因は投影腱胸部循環障害。わかんないですよね。要はこれは狭い場所での圧迫と透視のことを意味するんです。雪の降る真冬、しかもトイレという狭い場所での圧迫による呼吸困難も併発したため、非常に苦しい最後だったんです。そして遺体には肘や膝にかすり傷はあるものの、その他特に目立った外傷はなし、争った形跡は確認されなかったんです。この検視結果と女性宅の便槽内にいたという事実から、警察は男が覗き目的で入ったものの出ることができずに死亡したと断定。事故死という判断になったんです。これ本当に覗き魔っていうことだとしたらすごい変態なんですね、これね。いやそうなんですけど、警察のね、そういうね判断に対してね疑問を持つ人たちもいたんですよ。それはね生前ねこの、亡くなった方の知り合いのね、方々なんですけど、一体彼らは何に対して疑問を持ったんでしょうか。男の人物像。
警察の調べにより、遺体の身元は現場から車で10分ほど離れた場所に住む25歳の S さんと判明。この S さん、原発保守点検をする会社で営業主任として勤務。周りからの人望も厚い人だったんです。さらに村内では青年団の一員でもあり、非常に面倒見がいいと評判だったんです。S さんは小学校の運動会を手伝っていたため、そこの教員だった H さんとも顔見知り。彼女がいたずら電話に悩まされていた際は、持ち前の面倒見の良さを発揮。相談に乗り H さんの婚約者と共にトラブルを解決したんです。まあね、そんなね周りからの評判も良かった S さんなんで、単純にね自己死と片付けるにはね、納得がいかない点がね多々見つかっていくんです。その一つが男性が亡くなったタイミング。警察は死後硬直の状況から遺体発見の2日前にあたる2月26日頃に亡くなったと推定。ところが H さんは2月24日から27日まで休暇を取って実家に帰省していたんです。先ほどお話ししたように2人は知り合いだったので H さんが自宅にいないことも知っていた可能性が高いんです。まあね、盗みを働くならともかくなんですけど、覗きをする場合に覗かれる人がね、いなかったら意味ないっちゃ意味ないですよね。不可解な点はねそれだけではなかったんですよ。遺体の状況にも疑問が残ります。そもそもこの弁装、筒の直径が36センチなんですが、成人男性の肩幅はだいたい38センチ。つまり自力で入ることはまず不可能なんです。誰かが力ずくで強引に押し込んだとしか考えられないんです。そして遺体で発見された時の S さんはなんと上半身裸。当時着ていた上着はなぜか胸に抱えた状態でした。当時の宮古島村は夜の気温が5度を下回るほどの極寒。そんな寒さの中、服を脱ぐのはまさに自殺行為だったんです。これね思い出してみてください。遺体発見時にそのね亡くなった方のね頭の上にね靴がね置いてあったんですよ。覗き目的で落ちちゃったとして、おかしいわね。そんなことになるわけないですよ。そしてねさらにもう一点なんですけど、片方の靴がねなんとね事件現場からね離れた土手でも発見されたんですよ。もしね覗き目的だとして片方脱いで覗きに行こうってなんないじゃないですか。しかも冬で雪も積もってるんですよ。亡くなった方が自分でやれるわけがないんです。村人たちもこれらの不可解な点からこの事件は単なる事故死ではないと考えるようになりました。そこで事件の再捜査を求める署名活動を開始。集まった署名はなんと4000人。これだけの人数の嘆願書を提出されたら再捜査をするのが一般的。しかし驚くべきことに警察はその嘆願書を完全に無視。なんとその後再捜査が行われることはなかったんです。おかしいじゃない警察の対応が。いやそうなんですよ。警察もね捜査とか含めて、結構不可解な点がねいくつもあったんです。先ほど弁装から取り出された遺体を水で2度洗ったとお話ししました。でもこれ遺体の扱い方としてはかなり問題があるんです。なぜなら遺体には何か重要な証拠が残されている可能性があるからです。いくら臭いとはいえ洗ってしまえば手がかりも洗い流されてしまうんです。通常の事件ならそんなことはまずしません。では警察はなぜそんなことをしたのか。不可解な点は他にもあるんです。なぜか現場検証の際に部外者を入れないようにするためのテープが貼られておらず、現場の証拠写真も皆無。しかも実は S さんなんと事件前に消息不明になっていたんです。実は事件発覚の4日も前の朝に車で出かけたっきりの状態に。そのため重要となるのが失踪してから死亡するまでの3日間の間 S さんに何があったのか、その謎を解明することなんです。ところが警察は失踪の事実は知っているにもかかわらずおざなりな捜査しかしなかったんです。明らかになんか隠そうとしてるでしょ、意図的に。まあねそれがね疑われるようなことがありましてですね、なんとね死体を洗浄した警察と検視をした医師が事件後なんとすぐに離職しているんです。2人同時に。はい。そんなん絶対2人になんか圧力かかってるわよ。さらになんですよ皆さん、S さんの置かれた状況を紐解くとですね、ある2つのキーワードにたどり着くんです。それが福島原発と選挙なんです。事件当時、実は村ではある一大イベントを控えていました。それは村長選挙。人望の厚い S さんは25歳の若さにして現職の村長の応援演説を任されることになるんです。この村長選挙、争点となったのは原発問題。実は当時の福島原発は事故が多発しており、村民の中でも反対派がかなり多くなっていたんです。一方、当時の村長は原発推進派、原発反対派の立候補者と比べるとかなりの逆風状態となるんです。そんな状況を打開するべく村長はある行動に出ます。それは賄賂。そしてその額が異常だったんです。なんと合計8000万円。村長めちゃくちゃ奮発してんじゃないですか。ここのねお金のね話がね、今回のね事件の核心なんです。
実は村長以外にも再当選を切望する存在があったんです。それは S さんが勤める原発保守会社。その理由は一体何なのか。もし原発反対派が村長になり原発が廃止されれば原発保守会社も不要となるんです。すなわちこの選挙は保守会社にとって会社の運命がかかった一大事。つまり村長が使った8000万円の賄賂、その出元は S さんが勤めていた原発保守会社なんです。この賄賂は原発保守会社の上層部と村長しか知らない極秘事項。しかしある時 S さんは賄賂が横行しているという事実を知ってしまうんです。そこで正義感の強い S さんはそれ以降の応援演説は断固拒否。しかし演説を拒否したその矢先に S さんは帰らぬ人となっていたんです。実は失踪の前日、友人に憂鬱そうにこんなことを話していたんです。明日ある人と会わないといけない。ある人とは誰のことなのか。真相は闇の中なんですが、一つ確実に言えるのはその人物との会合をきっかけに失踪したということ。これらの状況からある仮説が推測できるんです。それは S さんは賄賂の口封じのために殺害されたというもの。 S さんの一貫した正義感が結果的に彼の命を奪うことになったんです。ここでこの事件を事故死ではなく殺害という目線で改めて見つめ直した時、一つの疑問が残ります。それはなぜ遺体を弁槽の中に放置したのかということ。もし殺害の事実を隠蔽したいなら遺体は山奥などに遺棄するはずなんです。その方が見つかる可能性が低くなるからです。確実に利用する弁槽に遺棄するということは遺体を隠す気はなかったということなんです。むしろこのあえて目立つ殺害方法からは賄賂のことを知る他の人間に対するこんなメッセージが読み取れるんです。もし裏切ったらお前もどうなるか。実はなんですが、この S さんのね上司もね亡くなっていて、警察によってね自殺としてね処理されてしまうんですよ。それも怪しいじゃない。というわけで、ね、皆さんねここまで見てくれてありがとうございます。ここね皆さんにね重要なね重大な告知があるんです。今ねタップしてね10秒飛ばそうとしたでしょ。 YouTube のアプリ使ってるそこの君、残ってくれてありがとう。そこの君、なんとですねアルゴメトリー火曜日木曜日土曜日の19時公開に固定になりましたんで、皆さんねぜひね通知をねオンにしていただいてね。しかもね火曜日木曜日土曜日の19時 Google カレンダー、 Apple の標準カレンダー、何のカレンダーでもいいアルゴメトリーとね入れてください。本当にね見てくださっていつもありがとうございます。